7月9日以降にトランプ関税どうなりますか？越境 EC はもう不可能でしょうか？アジア圏でもモールに変えた方がいいでしょうか？ひろきさんのこといつもまたやってマーケターに一人信用しております。よろしくお願いします。いや、トランプさんはね、思いつきをとりあえず言って、実際やるかどうかというのは、その現状に合わせるんですよ。で、今静かじゃないですか。なので、来年の選挙が確か来年あると思うんですけど、で、そのあたりの前にまたなんかやり出すと思うんですよ。で、今回はとりあえずは今様子見じゃないかな。イランの戦争だったりとか、トランプ大統領がやるべきことが多いので、アジアとかヨーロッパとか仲間でやるところに変な影響を与えると、下手すると下手しちゃう可能性があるので、アメリカ信用できないじゃんみたいになる可能性があるんですよ。EU の委員長かな、おばちゃんが。アメリカがいない社会を結構始めようとしていて、TTP と一緒に EU をつなげるのどうよみたいな話をし始めてるんですよ。環太平洋協力機構。中国とアメリカのいないオーストラリア、シンガポール、日本とかマレーシアとかインドネシアとかだったかなっていうところが入っている太平洋を囲んでいる国同士の貿易協定っていうのを作ろうっていうのがあって、日本で自民党が反対したりとかわけがあるんだけど、で、あそこと一緒に EU 組んだ方がよくね、やっぱ中国とかアメリカってちょっと信用できないよねみたいなのを言い始めてるっていうのもあったりするので、なのでそこが敵を作るっていう風になると余計にアメリカを孤立してしまうので、そこはあんまり敵を作ることは今やらないんじゃないかなって。今もし仮にアメリカが敵を作るとしたら日本です。トランプ大統領が麻薬が入ってくるのは良くないよね。だからメキシコとアメリカの間に壁を作らなければいけないと言っていたんですよ。フェンタニルっていう合成麻薬なんですけど、これがアメリカの調査によると名古屋から入ってると。中国の人が作って名古屋港を経由してアメリカに入ってるらしいんですけど、ってなるとメキシコに壁を作るんじゃなくて、必要なのは名古屋を止めるべきだろうっていうことで、敵は日本だっていうふうにトランプ大統領がなる可能性があるんですよ。日本から来る貨物のどこかにフェンタニルが混じってるんだとしたら、日本から来る貨物を全部チェックしないといけないよね。日本に調査能力がないという証明なんですよ。僕の予想だとフェンタニル日本人が作ってるわけじゃなくて中国経由なんですけど、でも中国が作ったフェンタニルが日本に入って日本から名古屋港に行ってるということは、日本は中国から入ってくる貨物をチェックする能力がない。で、これをこのままスルーしてたら、名古屋からアメリカにどんどん入ってきちゃうから、もうじゃあ日本から来る貨物を全部調べるしかないよねっていうふうにトランプ大統領が突然言い始める可能性は結構ゼロではないかなと思います。ニュースでちらっと見たんですけど、日本とアメリカと欧州でトランプ関税のニュースの発表以降、世界中の富で500兆円ぐらい失われたと言われてるんですよ。アメリカの株価も下がるし、日本の株価も下がるし、ヨーロッパの株価も下がるしっていうので、トランプ大統領の発言だけでもう500兆円なくなったんですよ。500兆というのはバブルじゃねえかとかっていう考え方あるかもしれないですけど、消費税 1% 上げると2兆円ぐらい税収が増えるっていうぐらいの額なんですけど、消費税 250% 上げたぐらいの額が世界中から失われたっていう。笑い事ではないんですけども、すごいよね、面白いよね。お金持ちの人たちは結構損してる人とか、阿鼻共感の人いると思うんですけど、株持ってない人ってどうでもいいですよね。株を持ってる人たちが株価下がった大変だとかって言うんですけど、株持ってない人で働いてる人にとってみると全然問題ないんですよ。働いてる人の給料が突然下がるっていうのは日本では起こり得ないので、今じゃあその日本で景気のいい会社っていうのが大体大企業で輸出をしている企業なんですけど、輸出をしている企業というのが輸出先がアメリカですとかだったりすると、今日本は 25% の関税がかけられてしまうので、結果として売り上げが下がってしまって、給料が伸びなくなるよね、みたいなことになったりするので、長期的には日本の経済というのは悪くなるとは思うんですけど、株を持ってない人に関していくと、まだここ1、2年はそんなにまだ影響がないっていう状態じゃないかなと思います。給料を下がるとか、給料下げるが法律上できないので、新卒の人の採用を抑えるとか、転職するときに転職先が見つからないとか、っていう感じで、じわじわと景気が悪くなるという形で、いきなり生活が苦しくなるというのはあんまりならないですね。仕事探してる人とかは結構これから仕事を見つけるのは難しくなるんじゃないかなと思います。トランプ大統領がそういうことをやったら良くないよねっていう論調に多分日本の経済的な人たちは言ってると思うんですけど、それが本当にアメリカにとって悪いことなのかっていうのがまだわからないんですよね。経済が活発化しません。で、国際貿易というのが減りました。っていう時に、実はアメリカは得をするのではないかっていうのがあるんですよね。アメリカって石油も取れるし、ガスも取れるし、食料生産もできるし、工業製品、自動車とかも自分たちで作れるので、なので実はアメリカって世界中の国から嫌われたとしても定立しちゃうんですよ。
なので、世界中が阿鼻共感の中、実はアメリカだけで回せるので、じゃあアメリカ大丈夫じゃんっていう可能性もあるんですよ。で、トランプ大統領はそれを狙ってるので、海外から見ると良くないよねになるんですけど、アメリカのじゃあ労働者一人一人のレベルからいくと、じゃあ海外に取られた仕事が戻ってくるよねとか、海外の商品が入らないから、うちの会社の商品売れるよねっていうので、ひょっとしてそのアメリカが自給自足をすることで、アメリカの国民が幸せになる可能性というのもあるんですよ。そんなことねえよっていうのが日本とか欧州とかの人たちって言ってるんですけど、で、僕はこれやってみないとわからないっていうのだと思うんですよね。アメリカ抜きで、アメリカは成立するんですよ。で、アメリカ抜きの経済圏が果たしてちゃんと作れるかどうかなんですよね。ヨーロッパとか中国とかロシアとか日本とかっていうのは、まだそこまでそのリーダーシップを発揮できる国がなくて、アメリカがそう言うからどうしようかなってうだうだしてる状態なんですよ。本来、そのじゃあ世界中アメリカ以外がアメリカに対しても一斉に関税かけて、もうアメリカが輸出するのもできなくしようぜ。アメリカが関税かけるんだったら俺たちもじゃあ 25% 関税かけようぜっていうので、本来同じ関税率にしなきゃいけないんですけど、今のところまだリーダーシップを取ってアメリカに対して関税高くしようぜって言ってる国はないんですよね。なので、このまま行くと多分アメリカ一人勝ちです。アメリカは日本に対して安く輸出できるんですよ。アメリカに対して日本の製品を送るときは 25% の関税かけるんですけど、アメリカの会社が日本に物を売るときはまだ関税かけるって言ってないので、なので今の段階でいくとアメリカ一人勝ちコースなんですよ。で、それ良くないよねっていうので、アメリカ以外の国が関税を上げるというのをやらないといけないんですけど、もしアメリカ以外の国がね、自分たちの産業を守るのであれば。ただそれは反アメリカというのを世界中の人たちがそれで手をつなぐということになるんですよ。そこまでの覚悟が日本はできない。ヨーロッパはやると思う。ヨーロッパがやって、そこにヨーロッパに追随して、反アメリカグループに入るとなった時に、核の傘で守ってもらってるよねっていう軍事同盟が日本とアメリカあるんですけど、その軍事同盟にひびが入ると、中国とかロシアが日本に何かやってきた時にアメリカが、じゃあお前らだって俺たちの反発したんだから守らねえよっていう可能性があって、なのでそうするとじゃあヨーロッパには参加できなくて、ひたすらアメリカの製品はバンバン買うんだけど、日本の製品はアメリカに輸出できないっていうので、日本もっときつい状態になるっていう可能性もあるんですよ。アメリカが関税を上げることによって自滅するんじゃないかという説もあるんですけど、ヨーロッパとか日本とか中国とかロシアが協調して正しいアメリカ以外の国が利益を上がる行為ができればアメリカが損するんですけど、果たして協調してその行動が取れるのかっていうと、結構取れなくてアメリカ一人勝ちになるんじゃねえかなっていう。日本はね、自給自足不可能です。エネルギーが取れません。20年とかの単位であれば、原子力発電を復活させると、まだなんとかなるかもしれないです。原子力発電以外に石油とか石炭とかガスとかを買わないと、日本はエネルギーが維持できないんですよ。食料自給率とかって言うんですけど、日本は食料の自給は不可能です。日本のじゃあ、米とかを食ってるから自給率上がるじゃんって言ってる人たちってるんですけど、食料自給率として植物、野菜を育てるために必要な肥料、例えばリンだったりとかって 99% 輸入なんですよね。種に関してもほぼ輸入だったりするんですね、野菜とかは。米は肥料も日本国内でもできるし、日本国内で米の種もあるのでできるんですけど、なので種とか肥料とかまで入れると、実は日本の自給率って 10% 切るんじゃないかぐらいなんですよね。カロリーベースでいくと、米がカロリーを結構作れるので、カロリーベースでいくと高いんですけど、金額ベースでいくと、基本的には日本って食料自給不可能なんですよ。家庭菜園しようと思いますとかって人も、じゃあ家庭菜園で1年分の野菜作れるかっていうと、肥料を買わないと作れないんですよ。膨大な土地があればいいんですけど、1年分の野菜を肥料出しで作ろうとすると、結構な土地の面積必要になるんですよね。で、これを1億2000万人分の土地が作れるかっていうと、残念ながらないんですよ。江戸時代っていうのは食料自給してたじゃないかって言われるんですけど、江戸時代って7割農民だったんですよね。で、人口が確かね、3、4000万人しかいなくて、なので4分の1の人口で7割が農民という状態であれば、日本の国土でも人々が食べる食料は作れるんですけど、残念ながら1億2000万人の人口がいて、7割農民になるっていうのはできないので、そうすると食料足りないよねっていうのが確定してるんですよね。なので残念ながら日本は食料自給率を 100% にするのは不可能なんですよ。もちろん今農家の人は全然畑仕事して暮らせると思いますよ。ただ、食い物がなくなった人は農家を襲い始めると思います。結局食い物がないよね、襲わないと食えないよねっていう時に、じゃあ食べ物がないまま餓死しようって思う人と、農家を襲って食い物を食おうっていう人が、
どれぐらいいるかっていうので、残念ながら普通に農家を襲う人はいます。なので農家の人は襲われて食い物取られるという状況になって、なので農家が武装するっていう、豪農が武装して食べ物を守るっていう形になって、で、武装できない農家は襲われて食い物を持ってかれる。弱者は出ていくっていうことになってしまうので、基本的には日本が輸出入を制限して自給自足をするんだっていうのは不可能であるっていうところで話を始めた方がいいんじゃないかなと思うんですけど。現代の技術で可能であってやれてないことと、現代の技術でも不可能であることっていうのがあるんですよね。例えば核武装とかって、現代の技術があれば日本は核武装可能なんですよ。ただそれはなんか他の国から文句言われるよねとか、不拡散条約とかに締結してるから核作っちゃいけないねとかなんですけど、技術的には可能なんですよ。1億2000万人の食料を 10% もいない農家の人たちが食わせるっていうのは残念ながら日本はできない。ということで、不可能だよねというところはちゃんと意識した方がいいんじゃないかなと思うんですけど。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。